タイはね、このなんでしょう、Wi-Fi が切れやすいんですけど、さらにうちの Wi-Fi 切れやすすぎ、ちょっと。何回中断してるんでしょう、過去。もうマジでちょっと買いに行こう。マジダメだ、これ。ひどいわ。そしてまたはぐれメタル。いけるかな。すいませんね、なんか何回も分かれちゃって、これ。Wi-Fi が地獄なんですよ、うちの。ただでさえ、タイジンさん、そして戻った。あ、すいません。また、Wi-Fi が切れちゃいました。何なんでしょう、うちの Wi-Fi マジで。そしてね、また遅い。遅いといえば今のドラゴラムも遅い。はぐれ見たら逃げてるから、もう、すでに。何ですか、この深夜のぼやき配信は。でまたラゴンの出てくんない、いっぱい。まあでも探索しながらね、レベルも上がるし、いいですね。1時間ちょっと入れたかったのに、また中途半端に配信途切れちゃったから、こんなになっちゃってましたね。あれ、これ階段どこにあるんだろう。上に上がりたいんですけど。あったあったあった、よかったよかった。前回もね、どこでやっても配信途切れちゃうんですよね。オンムットって電波悪いんかな、基本的に。ギャス。日本とかじゃあんまないですもんね、そんなに途切れること。もう3年ぐらい使ってるもんな、ルーター。地獄ルーターですわ。あ、出た、これなんか矢印のやつ。勝手に動くんでしたっけ、これ。おいおい、おいおいおい、やってくれてんな、おい。あ、そういうことか。めんどくせえな。ここの塔めんどくさ。これどうしたらいいんでしょう。ただあそこに乗っちゃいけないということ。あ、すいません、また Wi-Fi が止まっちゃいました。もうダメっすね、本当に。ちょっとマジで今週ちょっと Wi-Fi 変えます。あ、ダメだ。パスポートが今預けてんだよ、会社に。ないからできないんだ。もうめんどくせえ。ビザ切り替えのため今パスポート持ってないんだ。早く引っ越ししろ。いや、引っ越しはしないですよ。 Wi-Fi 変えないといけないんですよ。雷神の剣ってなんだろう。誰も使えねえじゃないか、雷神の剣。マネージャーや担当者頼んだ意味。そうっすね、ちょっと一人じゃきついんで。ただ銀行も行かなきゃいけないけど、ちょっと場所が悪い。悪いって言うな。女と悪くないわ、別に。だ引っ越し多分来年するかもしれません。もうさすがに。どうしようかな。パスポートないと多分できないですよね。臭くねえわ。パスポートないと汚くねえわ。バカにすんな、女と。パスポートないと多分できないもんな、変更。ちょっと本当にパスポートが金曜日が帰ってくるから。ハゲ関係ねえだろ、別に。場所、ここ住んでるからハゲてるわけじゃない。純正でハゲてんね、こっちは。ミミック、そんで。弱っ、ミミック。もはや。汚ねえし、くせえからな、ミミック。ハゲてるし。なんかいっぱい手に入るけど、なんなのよくわかんねえ、使い方が。いいね。パスポート持ってないとおまわりさんあったらどうなる？捕まっちゃうんですよね。あ、罰金だ。ただ今会社にあるからできないんですよ。今パスポート持ってないんですよ。今あと2日間ぐらい。
列車に渡してるからもうパスポート帰ってきたらもうその日すぐまたチェーンワットナ行かないといけないんで、チェーンワットナ帰ってきたらその足でプロンポン行ってちょっと M クォーティのトゥルー行こうかしら。ちょっとあれこれで終わり？落ちまくってるじゃない。あ、入り口だ。ちょっと MP なくなってきたからちょっとちょうどいいや。一回ですね、アリア班でいいや、めんどくせえからもう。あれいけないのこれ。なんだよこの塔。とりあえず一回アリア班の宿屋泊まっての、あ、お金預けとこう。タイジンさん、あ、コピーはもちろん持ってます。コピーないとね、危ないですからね。コピーはずっと常に持ち歩いてますよ。コピーでも生きるんですかね、トゥルーは。あ、泊まってないや、宿屋。で、宿屋に泊まってから、せっかくなんで、さっきから、小さなメダルがですね、結構集まってるから、メダルおじさんのとこ行ってみましょう。いいもんもらえるかな。多分さっきから5万円ぐらい手に入ってますよね、確か。おまわりさん、こいつです。やめなさい。会社に行ってください。ちゃんと会社がやってくれてるんで。あ、ダメだった。しかも正義の相場いらねえわ。とりあえずミムルダードに戻りましょう。また船乗んのめんどくせえな。あ、違う、マイラ行けばいいんだ。あれなんだマイラ。あ、マイラ行けばいいんだ。間違えた。こっからの話早いですからね。邪魔だな、グール。とりあえず、ルビスの塔はな。ルビスの塔の北か。桑原さん、27日に、12買いに行くから一緒に来れば。ドラクエ12ですか。あ、iPhone か。iPhone でしょうね。ドラクエ12出ねえもんな、まだ。あ、27日何やったかな、私。ちょっと後でスケジュール見てみます。まあ今見ればいいか。ちょっと忘れちゃいけない、トラマナ。開けた瞬間、来んじゃねえよ、クソ。27日、あれ、バッチリじゃないですか。27日、僕、イミグレーションですよ。あ、いいですね。朝8時からイミグレ行かないといけないんですよ、僕。また、昼には多分、プロンポン行けると思います。あ、ちょうどいいじゃないですか。27日行きたいです、私。一緒に。ちょっとよかったらお願いします。ちょうど、バッチリじゃないですか。27日ですよ。まさしくパスポート帰ってくる日。了解です。ありがとうございます。あと、これはどこに行けんだ。せっかく MP 回復したからこの勢いで行きたいな。タイジンさん、荷物を整理し準備した旅行用の一方タイジンさんは旅行用の荷物の整理。そして桑原さんは iPhone12 を買う。そして私は Wi-Fi を交換しに。バッチリでしたね。ということはタイジンさん28ぐらいから行くんでしょうね。月末だから。そうですね。だからおいおい、なんだこの階段。なんかあんのかこれ。あ、宝箱か。ここの階段から行くんかな。ここまで来てないですよね、俺確か。この真ん中は何があるのかしら。人骨、怖っ。なんもねえのかよ、ここ。
もう来月12月か、早いな。ただ今年はいろんな意味で最悪だったからね、いつもだったら、もう今年も終わりかと思ってますけど、もう今年早く終わんねえかなと思ってるんですよね。骨あるよ。なんすか骨あるよって。骨あるの知って、あれありがとうございます。ありがとうございます。よく知ってんな。ドラクエマスターですね。ドラクエ3なんてもう何年前ですかやったの。よく覚えてますね。すげえわ。あとここなんでしょうね。ラゴンの1匹だと弱いですね、全然。うわ、また変な矢印来たよ、もう。お、地名だ、地名。こっから降りんのかな。外に来ちゃったわね、これ。階段、あれ階段に上がってくのかな、これ。タイジンさん、iPhone って買うもんじゃないの？いつもおかんが iPhone あるんだけど、いる？いいなぁ。iPhone 欲しいわ、私も。あ、落ちちゃった。新しい iPhone。まあでも今使いてっからまあいらないですけど。でも12欲しいな、12。1年後に買おう。なんだこれ。うちのお母さんは iPhone 何使ってんだろう。おい、なんだこれ。進めないぞ、全然。どういうこと？すごいだるいですね、この塔。どうしたらいいのこれ。あ、なるほど。はいはいはい。あ、これでいくのか。ワイは Android 使ってるけどな。じゃあくれ、その iPhone。Android なんか全然使ってないな、そういえば。日本にいるときは使ってましたけど。タイ来る直前に確か iPhone5 に変えて、昔のドラゴンコレクションっていうグリーのゲームやってる頃は Android を使ってましたけどね。あ、そっか。スマホの初代は Android だったんだ、私。懐かしい。お、はぐれ見てる。はぐれやがってこいつら。全員命令させろで攻撃攻撃。これドラグラも決まってほしいけど、お、いいですね。武闘家すごくいい。逃げるんかい。で一匹倒せたからね、万々歳でございますよ。誰か一人ぐらいレベル上がるでしょうね、多分ね。上がんないんかい。全部逆になるな、言ってるのと。これなんか物々しいですよ、これ。邪魔ですね、明治キメラ。27昼過ぎな。昼過ぎの方がいいかもしれないですね。ちょっとどっかで時間潰せますし、別にチェーンワットだからプロンポン向かって。あ、ここで使うんだ、妖精の上。Y の初代スマホは iPhone4 だったで。使ってたんかい。はい、iPhone 使ってたんですね。さあ、笑ったら今すごいなんか入っちゃった。光の、あれ光の玉もう持ってるいつの間にか。これ僕持ってこないと。危ねえ危ねえ。あ、じゃあ武闘家持ってた方がいいか。で、ここでは、妖精の笛でしたっけ。これなんか起こるはずなんですよね、確か。おお、輝き出した石像が。なんだこのいい音色は。あれ、人になった。よくぞ封印を解いてくれました。あ、ルビスだ、ルビス。有名なルビスですよ。おお、なるほど。ああ、なるほど、こうなるわけね。
ルビスなんかくれましたっけ今。ああ、なるほど。ってことはルビスにあったからここはもう大丈夫ってことか。実はこう同時にですね、僕もドラクエ11のですね、やっとミルゼルフは倒したんですよ。裏のボス。レベル99まで上げて。ドラクエ11もやってるんですよ。大好きだから。でね、ドラクエでね、11をね、ミルゼルフを倒した後ね、ネタバレになるんで、まあもう、3年前のゲームならネタバレもクソもないんですけど、倒した後ね、とあるシーンがあってですね、そのシーン見てね、ドラクエ3に繋がってるんでですね、むちゃくちゃなんかいい感じですね。ちょうど繋がってる物語が。ドラクエ11クリアして、真のエンディング見てね、やっぱりドラクエっていいなと思いましたね。しかも1からやってるからね、1からやってる人から見たら、あのエンディング最高じゃないですか、ほんと。桑原さん、そうなんだ。そうですね。これ、どっちでしょう。スマホの話でしょうか、ドラクエの話でしょうか。ドラクエ11はツイッチって方でゲーム配信やってるんですけど、最新ゲームなんで。で、12月3日にね、ドラゴンクエスト11の S が出ますからね。桑原さん、1から3にストーリー、11から3にストーリー、そうなんですよ。だから超今感情移入してやってます。繋がってるんですよね。繋がってるんですよ、本当に。言っちゃった、ネタバレ。まあ、いっか。繋がってるんですよ、マジで。11の後が3なんですよね。確か。確かっていうかもう、そうなんですよ。11の終わった後に3になるという。だからこれすごいなんか今マジで一人テンション上がっちゃってね。今はゲーム配信やってるんですけど。そうね、さすが、ドラクエってすごいですね、マジでなんか、つながりというかストーリーが。堀井雄二さんはマジですごい。まあ、とりあえず聖なる守りを手に入れたんで、次違うとこ行けるかな。どうしようかな。リブヌダールに行った方がいいのかな。太陽の石。一回とりあえずね、リブルダール戻りましょう。で、ねんねしましょう。これで3つ揃ってるはずなんですよね。さっき言ってた。あれ宿屋がないぞ。あったあった。で、こっから確かね、祠行くんですよね、祠に。聖なる祠どうだったっけな。南か。タイジンさん、11、3、1、2、7。そうっすね、11から3行って1、2までは覚えてますけど、その後が7だったから、そこもちょっと忘れちゃったんですけど、そうですね、11から3に行って、そして1、このアレフガルドですね。で、2なんですよ。うわ、すげえ出てくんな、いっぱい。はぐれ。あ、そうなんですよ。繋がってるんですよね。それがまた面白いんですよね。桑原さん、4、5、6は4、5がわかんないんですけど、6がね、確かね、一番最近になるのかな、時代から言ったら。確か。だからね、小ギャルの妖精出てくるんですよ、確か。あれ、4と5ってどっちが先だったっけな。5が先だった気がするんだ。9でしたっけ。あ、9か。あ、レベル超上がる。9が一番最近のはず。あと10も入ってきますからね、そこに。10がね、確かゾーマとか全部出てくるんで、一番最近なのかな、確か。
10か9が一番最近ですね。で、10は過去の大魔王が全員復活するんで、まあ、10だろうな。10が一番最近のやつだな、ストーリー的には。敵出すぎじゃねちょっと。10もやりたいけどな。もう今更だもんな。オンラインだから一生終わんねえし、あれ。エンカウント率高いな、ちょっと。とりあえずゾーマ手前まで今日行きましょう。ゾーマ手前まで行っておしまいにしましょう。ちょうど1時間ぐらいですしね。多いな敵。よし、ダスリカすげえだるいね。敵出すぎですってマジで。タイジンさん、3のリメイク版からドラクエモンスターズ6、4、5だと、あ、そうなんすね。時系列はそんな感じになるんすね。お、ありがとうございます、情報の方を。じゃあ5も新しいのか。そっかそっか。5はだって主人公勇者じゃないですもんだってね、言ったら。船どうやって、あれ地図確認しましょう。多分行ってないところなんですよね、おそらく。多分あそこの、灰色の部分怪しいな。敵出すぎじゃねちょっと。この3がね、ストーリー的には1の前っていうのが面白いですけどね、すごい。こっからゾーマが一番最初なんか全てので、その後竜王ってのなんか面白いですけどね。ギャースこんだけレベル上げたらゾーマ倒せっかな。もうまあ今日はまだやんないんですけど。これだったっけ。あれ違う。なんかねこれだと思うんですよ、おそらく来てないしまだ。タイジンさん、3の後はヤンガスのスピンオフもあった。その後は8。はぁ。7、8はどこ行った？ 7 か？わかんない。8か。ややこしいな、時系列。ここだと思うんですよ、多分ね、そんで。あれこれ揃ってないんかな、まだ全部私。あれなんかよくわかんなくなってる。ちょっと整理しよう。変なもんが多すぎるんだよな。銀盾ももういらねえしな、何が必要なんでしたっけ。太陽の石と雨雲の杖。聖なる守り。これも別に、くじゲーム、祈りの指輪なんかいらないでしょ。地名もいらないでしょ。光の玉はゾウまで使うやつだから、ぬいぐるみも多分もう装備しない。妖精の笛ありました。妖精の笛と、あれ聖なる守りもらいましたよね、さっき。あれ太陽の石がないんかな。いや、そんなわけないぞ。いや、太陽の石と雨雲の杖と聖なる守りでしょ。雨雲あるでしょ。どういうこと。聖なる守りあるでしょ。太陽の石がないんですか、じゃあ。太陽の石どこにあるんだろう。これ取ってないってことですよ、まだね、太陽の石。マジかよ。ちょっと待って、使わさいよ。何これ、意味わかんねえんですけど。どうしたらいいんですか、これ。
これどこ行ったらいいんだろう。腹立つわー。太陽の石どこだ。邪魔なんだよ君たちは。タイジンさん、セブンは8の後や多分だけど、9、10は知らん。多分10は多分最新です、おそらく。俺これどっから取り流してんだな。ラダトームから探さなきゃまた。あ、違うか。メルキルとか言ったっけ俺。どこだ太陽の石って。ここってあんま歩いてなかった気がするんだよな。あれ、あのおじさん喋ってるの確か。どこだろう。あの危ねえ地震とどうやって行くんだろう。そんで太陽の石なんどこだ。魔王の神はこの町の神殿に住む老人。まあ、このことですよね。老の陣は。危ねえ危ねえ。死んじまえよこれ。頼むよ老の陣。そうっすよね。太陽の石はマグモの杖、セルの守り。太陽の石がないんだよな。太陽の石どこ？リムルダールかな。桑原さん、ジロを食べることにした。この時間から？今店にいるんすかもしかして。自宅にデリバリーできないですよ、この時間。今何時だ？ 1 時ですよ。すごいっすな。持ち帰りにしてる。あ、店にいるんですね今。持ち帰りで家で二郎か。あ、でも羨ましいな。あ、確かにいいっすね。ちょっと家でゆっくり二郎食べるっていいな。温度届けてくんないかな。とりあえず二郎の前に太陽の石ですわ。私は本当は届けなくて大丈夫です。食えないんで絶対今この時間。ちょっとまた体作り終わったら汁を食べます。ただマジでねうまいからな、自動ラーメンいいな。てか雨雲の太陽の石どこよ。あいつ喋ったっけ。タイジさんダイエット。いやダイエットはもう全くしないんですけど、今来年の試合に向けて体作ってるので、一応体脂肪を少し減らさないといけないんでですね、無茶なご飯食べるっていうのをやめました。でも本当に今ね、ボディークっていうと通ってるんですよ。今通い始めたんですよ。麻生区にある体作りのところに。なこいつ。これどこだ。太陽の石が全然わかんないんですけど。だから食事制限は僕できませんっていうのを言いましてですね。試合、いやなんだその感じ。死んで愛するってなんですか。北斗の拳じゃないですか。そうです。また来年プロレスの試合に出たいので、今年コロナのせいで出れなかったんでね。太陽の石。あれ雫だっけ。用はない。あそこまで行ってない気がするの。どうやって行くんだろう。牢屋。あんなとこに階段があるじゃない。どうやって行くのかしら。下からかな。昔は夜中に起きて米炊いて飯食ったりしてましたけど、ラーメン作ったり、そういうのだけやめます。だから
大魔女の秘密の入り口あるらしいで、まあ有益な情報ではあるけど、今私が探してんのは太石だからな。太陽の石。なんか石になるって言ったぞ。あそこかな。なんもないんか。これ上行って、あ、これもしかして。違うんかい。命の指輪かい。どこだよ、太陽の石。ドムドーラじゃないのか、じゃあ。ドムドーラ行ったよね。あれ、ドムドーラは行ってないか。メルキドは行ったけど。うわー、めんどくせえ。あるとしたらここなんだけどな。なんか情報くださいよ、町の皆さん。こいつ何なんだろう。ずっと名前考えてんだよな。知らん。人の幸せは知らん。あれ、あそこ行ったかな。俺行ってないぞ、多分あそこ。あれ、見逃してるかもしんない。もしかしたらあそこかな。あれ、こっち全体的に来てない気がする。こっちキラリと光るのを見たことがありますって。それかな、もしかして。なんだ。タイジンさん、そういえば APK さん最近知り合い入院率多くない？確かにね、そうなんすよ。まずT の極みがね、事故った後にですね、なんとパッタイともきさんですねトンローにですね、めちゃくちゃ美味しいです、日本料理、博多料理のね、店のテラというですね、お店がオープンして、タイジンさんもぜひバンコク来たらですね、行ってほしいんですけど、そこのオーナーさんのパッタイともきさんがですねまあ、大した怪我じゃないから、まあ、笑い事になるんですけど、怪我しまして、後を追うようにね、TJ タレンのピギーさんも事故りまして、その3人とも事故った時にですね、なぜか T の極みポーズをしているというあれ、そうなんですよ。だからお友達がね、まあ T はお友達で後輩ですけど、みんな事故ってるから、この桑原さんも気をつけてくださいね、本当に。そして光の石が見つからない。なんだ、こんな苦戦するとは。本当皆さん事故には気をつけましょうね。僕事故は怖いからバイク買わないんですよ、本当。あ、これか、この情報見たから知ってたんだ。光の石なんかないじゃん。あ、じゃあ太陽の石なんかどこにもないじゃん、これ。マイラかな、じゃあ。マジででもみんな怪我とかなくてよかったっすよ、その事故は。事故ですけど、いじれる範囲での怪我ですからね、まだ。ピギーさんもね、むちゃくちゃすげえ移動距離移動しますからね。だってバンコクから T を助けに行ったの確か、どうだったら南の方ですからね。それこそ、なんだっけ、あそこ地名。なんじゃこれ。チムポンまでだ。飛行機で距離ですからね。南部って言ったら。トランとかあるとこですよ。サトゥーンとか。ダメだ、ラダトーム行くしかねえな。あれ、道、全部行ってんだけどな。なんで太陽石ないんだろう。
いや違う違う、このおじさんも違うもんな。あ、神田田か。あ、太陽の石ラダトームにあるんだ。うわ、見過ごしてた。東大元暮らしですね。一番最初のとこにあるとは。じゃあ僕完全に取り忘れてたんですね、これ太陽の石を。ここも来たっけ。あれ、全部ラダトームの城見たはずなんだけどな。どっかを見逃してるんでしょうね。ということはあれ、外とかな。今こういうとこ行ってねえぞ多分。うわ、違うんかい。また最初からじゃない。タイジンさん、ワイは今年まだ交通事故してないんだ。今年まだってことは過去にしたってことですか。もしかして事故りました、過去にどっかで。気をつけてくださいマジで。ちょっとあれあれ、ラダトームの白に光の玉、どこにあんだ。もう全部見たはずなんだけどな。あれ、あっちの方とか行ってないのかな、もしかして。普段は1年に1回ぐらいので誰かぶつかってくるのにいや怖いな。そうなんですよね。自分が気をつけててもね、タイの場合は結構もらい事故が多いですから。ティギの極みもそうですしね、ピギーさんも。あ、そっか、パッタイさんもそうだ。全員もらい事故だマジで。ひどいな、そう考えたら。全員ちゃんと安全運転してますから、その人たちはみんな。完全もらい事故。あれ、こっち来たかな。にゃーん、かわいい。あれ、ここ来てねえぞ多分私。あれ来たかな。ん、全然わからん。朝が来た時って何？意味わかんねえ。これで光の玉？ラナルートとかで、ラナルートはもしかして。やばい、全然わかんない。ないじゃん、太陽の石なんて。タイジンさん、駐車場止まってる時でバックした車軽く当たった。まあそれも一応事故ですからね。ただマジ気をつけてくださいよ。ガチの事故だけは本当やめてくださいね。これ以上知り合いが事故るの嫌ですから、俺。まあ僕もそうですけど。いやー、もうわかんない。太陽の石見つかんないわ俺。これかな、もしかして。やった、ゲット。さっきのじじい黙っとけやマジで。本当に変なこと言いやがって。ここにあるじゃねえか。でこれを持ってさっきのとこ行きましょう。ちょっと移動がめんどくさいけど、これでゾーマ行けるんですね、確か。あ、違うか。船がねえな。あったあった。なんかすごいダメージ受けてるんですよ、あの人一人で。桑原さん、二郎専門店出すか。いや、いけるんじゃないですか、マジで。出資したいぐらいですよ、本当に。絶対いいっすよ。ラーメン屋さん出してください、オンヌットあたりに。地図だとこっちか。敵うぜえな。
逃げたら逃げたら回り込んでくるしな。タイリーさん、相手が逃げなくてよかったわ。事故1時間ぐらい私は車に乗った時に待ってたわ。ああ、よかったっすね。だったら T の相手の人もね、逃げないでちゃんと対応してくれたらしくて、そういういい人だったらいいですけど、日本にもタイにもやっぱ常識ない人はいますからね。いやだから本当は俺バイク欲しいんですよ、マジで。バイク欲しいけどね、タイ人さん逃げてたら気づかなかったのに確かにそうっすね。ただ正直者は最終的には勝ちますから、本当に。その人もね、そのぶつけちゃったのは悪いことですけど、その正直にね申告したことによって絶対いつかいいことがあるはずですから。そういうもんですよ、本当。詐欺師とかもいつかは捕まるし、悪は滅びにはダメですよ、本当。僕もバイクな、まあ車は無理ですけど、バイクなら買えそうですけど、パソコンもまた買っちゃったしな、1台。今日は午前中はセットアップしてましたから、ずっとパソコンの新しいやつバイク欲しいけど、僕自身は運転うまいんですけど、バンコクで乗る気しないな、本当に。事故ったらおしまいだもんな。美味しいラーメン食べれなくなるし、こう楽しくゲームもねできないし、ミニ四駆もできないし。 YouTube にミニ四駆動画ね今あげるんで、この後よかったら見てください。さっきまで編集しましてですね、ミニ四駆の新しいやつ。タイ人さん、レンタカーでよくない？メンテもしなくてもいいし。まあまあ確かにそうっすね。レンタカーでいいっすね、別に買わなくても。買うとしても日本で買うかな、タイじゃなくて。タイでは多分車買いませんね、私は。うわー、いっぱい出てきた。ザラキ気持ちいい。どうせなら全部死んでほしかった。確かにタイにいる間はまあレンタカーでいいっすね。ちょっと今度一人で地方行ってみようかな、レンタカーで。ツーリングが好きだったんでね、ツーリング行きたいけど、一人でタイでツーリングは怖いもんな、ちょっと。さあ、これ3つ揃ったぞ。よし。雨と太陽が合わさるとき。来た。よし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 。本当かな、宝箱で。ここに本当に用はねえから、確かねリブヌダールから行くのかな、確か。タイ人さん、 APK さんの結婚したら車を買うのも遅くはないぜよ。タイ人さん、私結婚できないんですよ、多分結婚タイ人の人できたらな。結婚タイ人の人ともしできたらね、家買ったり車買ったりとかね。タイ人さん、そもそも今そんなに必要ないと思うし、確かにそうっすね。今は別に車乗る必要ないな。ハグでいっぱい出てくるな。タクシーで十分だもんな。桑原さん、二郎をつけ麺で。うわ、最高だな、マジでいいな。腹減ってきちゃった、私も。ただ今日カオマンガイ注文したんでね、さっき2食フードパンダでカオマンガイ食べよう、後で。いいな、二郎つけ麺超うまそう。タイジさん、飯テロか。飯テロだな確かに。さあ、もうすぐゲーム配信終わるんでね、この後私も飯食おう、ちょっとこの時間から。で、明日はずっと運動します。プールと筋トレをしましょう。明日 100% 運動しないとな、その代わり。カオマンガイは太るで。そうなんですよね。どうしても食べたかったんですよね。今から多分カオマンガイ分は明日ジムでちょっと解消します。
で、ここで虹の雫を使うんですよね。おー、出た。虹の橋。これによってゾーマの城に行けるわけですね。あそこの最後の。やっと来ましたよ、ラスボス。次回最終回ですね。これはちょっと Wi-Fi 環境をしっかりした上で、ちょっともう最後まで行っちゃいましょう。次回は。うわ、ドラゴン出てきた。橋渡ると強くなるんですよね、ドラクエって。ドラゴンテンション上がんな。ワンの最強の雑魚ですね。次回ね、ゾーマの城攻略してゾーマ倒しましょう。今日入り口までちょっと行きましょう。入り口まで行ってちょうど時間も。ヒドラ出てきた。うわ、雑魚でこんな強いに出てくんだ。弱っ。強くなかった。ちょうど配信さっきの回線が落ちした分もですね含めたら1時間ですね。出た、ウゴ石。タイジンさん、二郎の橋、虹の橋か。間違えた。虹の橋、今は1時半だけど。いや、日本語うめえな。日本語ジョークがうまい。さらっと言ってますけど、マジですごいと思いますよ、それ。自分の国の言葉以外で。だから、タイジンさんはタイのデイブ・スペクターですね。日本にいるんですよ、アメリカ人のタレントでデイブ・スペクターさんという日本語でね、ダジャレとかその言葉遊びをする人ということで、ついにですねゾーマの城に到着しました。ということで次回はですね配信最終回でございますが、途中で止まっちゃったら嫌なんでですね、金曜日か土曜日ぐらいに多分 Wi-Fi 環境整うと思いますんでですね、ちゃんと整った上で最終回はですねやりたいと思います。その間にね、多分またスーパーファミコンの頑張れゴエモン配信挟むと思うんですが、とりあえずドラクエ配信はですね、次回で最終回、ゾーマを倒して、綺麗にですね、最終回にしたいと思いますんでですね、皆さんまた次回見てください。そしてこんな夜中にですね、桑原さんとタイジンさん、コメントありがとうございました。ということでね、アーカイブで見てる方もですね、皆さんありがとうございました。ということでドラクエ配信、次回がおそらく最終回になると思いますんでですね、また次回って言ったら敵出てきた。最後これを倒してですね、おしまいにしましょう。これレベル上げすぎたかもしれないですね。結構雑魚がそんなに苦戦しないわ。今日の配信中も結構ね、タイジンさん次回 APK シス、なんでだよ。なんで知らなきゃいけないんですか、私が。ただゾーマに負けた場合は APK シス、そして勇者シスでございますが、私が勝つかゾーマは勝つか分かりませんが、それでは次回の配信でまたお会いいたしましょうということで、皆様ご視聴、そしてコメントありがとうございました。おやすみなさいでございます。サワディーカープ、ファンディーナーカープ、いい夢見てください。